这是什么情况？外国拳王竟在发布会现场恶意偷袭中国选手，被现场工作人员拉开之后，嘴里还不断嘲讽着中国人都是东亚病夫，更是当场将中国选手的海报撕碎。不知道什么时候，中国人竟也敢出现在我的面前了。我记得上一次打死中国人还是在上一次。不说废话了，这样吧，明天我就把我的对手当场打进棺材里，怎么样？除了这种方式，我不知道还有什么办法能表达出我对中国人的不满了。此番嚣张言论便是出自伊朗暴君卡利米安之口，但这家伙确实是有嚣张的资本，擂台上的他无人能敌，凭借一招转身鞭拳便击溃了无数对手。然而这场比赛代表我们中国阵营出战的可是中国巨人刘策，凭借腿法而闻名，曾在擂台上一晚上连续踢断了3名老外的小腿。由此可见，不管是在实力还是战绩上，刘策都有资格与对手碰上一碰。那么我们也是废话少说，为了让更多中国人看到刘策的精彩表现，麻烦屏幕前的帅哥美女长按视频3秒点赞，小编在这里祝各位早日发大财。我们看到比赛正式开始，蓝色拳套便是本场比赛的中国选手刘策，红色拳套则是来自伊朗的暴君卡利米安。实际上两人的恩怨已经积蓄已久，刘策早就已经看不惯这家伙的嚣张嘴脸，不然在赛前的媒体发布会上，两人也不会爆发出如此激烈的冲突。上了擂台之后，两人更是使出了浑身解，都想踩对手一头。尤其是刘策的表现更为精彩，不仅将距离把控做得十分完美，还能够利用自己强悍的進攻能力，不断占据比赛上風。カリビアンロー得意なんですか？カリビアンはロまあでもジャンプのパンやっぱこう大きいんで、こう何でもパンチは強いんですけど、でも今までやってた選手はほとんど自分より小さい選手が多かったですよね。今回は同サイズになりました。そしてこのチャレンジャーのリュウツァーがまさにターフキックが得意です。ことごとくターフキックで倒してきています。でもやっぱこう横に並ぶとやっぱリュウツァーの方が大きいですね、だいぶ。あ、そうですか。体の厚みが違いますね。ああ、なるほど。近い距離。近いのかポイントちょっと分かりにくい。ヘビー級一発1ラウンドまで残り1分50秒。カリビアンもらいました。ただ深いパンチじゃなかったですよね。ただ早かったですね。刘策此时火力全开，裁判的读秒更是为他增添了信心，不断加强自身攻势来给对手施加进攻压力。此时的卡利米安已经完全没有了和刘策抗衡的资本，不仅被压制到擂台边缘疯狂暴揍，更是被刘策的凶悍重拳给占领了许多的比赛点数。刘策的表现实在是太精彩了，面对这种不要脸的嚣张老外，就应该这样打。逃げられるか。ボディから左フックだ。一発ミドル。膝。いや、ダウンじゃないか。ダウンこれず。左だ。決めに来てる。止まる。リュウはめっちゃクレバーですよ。いや、ちょっとカリビアンが受けないかバックブロー。其实在比赛开始之前，并没有什么观众支持中国选手刘策，甚至就连台下的观众都一致认为卡利米安会在1回合之内结束比赛，强势 KO 刘策。但从两人目前的表现来看，不说这家伙能不能 KO 刘策，就连能不能撑过这一回合都不好说，毕竟刘策的实力实在是太强悍了。如果对手再做不出什么打法与战术上的转变，那他将再也无法在刘策的手里翻出什么浪花。追いかける。残り15。政権交代なるか。決めに来た。どうでしょう。今本当でしょ。ダウン判定で立ち上がりました。これでダウン時間いっぱい。1ラウンド時間いっぱいです。2回ダウン。比赛进入第2回合，在第1回合里，卡利米安便已经不知道多少次被刘策击倒在地。单从比分上来看，刘策目前就已经占据了绝大部分优势，但我们毕竟是客场作战，如果只靠比分拿下胜利，难免不会被对手使阴招打出逆风翻盘。所以刘策也是打定主意，必须要将对手强势 KO 在擂台之上，这样才能堵住对手与裁判的臭嘴。いやー、本当にコンパクトに打ち抜きます、リュウツァー。大振りにならない。左のジャブ、重い左のジャブ。ジャブで効いてる。いや、ジャブが本当右ストレートぐらい重いんで、カーフ。ここでもカーフ。パンチのコンパクトさがもう重量級じゃないです。バックブロー。いや、もう捨て身の攻撃に行かざるを得ません。仮に、来たぞ。
膝か、いや違う。前蹴り。ボディだ。えぐるようなボディ。いや、一発一発も重いし、速いし。丁寧なんですよね。そうですね。ちょっとカリミアンがな。眼看比赛形势对自己十分不利，这家伙也是准备施展自己的成名招数转身边拳，但没想到这一次进攻不仅没有对刘瑟造成威胁，反被刘瑟一记重拳再次干趴在地。实际上，按照比赛规则来说，刘瑟的这一次进攻完全没有问题，但没想到赛事方竟如此的不要脸，竟让现场裁判对刘瑟掏出黄牌警告。自此，台下的中国观众彻底控制不住自己的情绪，纷纷为刘瑟出声，以报不公。ダメージありますよこれ。これですね、やっぱり。顔に入ってますね。後頭部でもないしね。ドミニカ、一方でカリミアンがここでまさかの大逆転あるか。結果都合3度のダウンということになっています。トータル。来たぞ。まずはカリミアンの動きどう見ます？まあちょっとなんかバランス悪いような感じ。まだ難しいですか。ちょっとダメージあるのか。はいだ。丁寧にいくこのリューツァーです。カリミアンも今の休憩5分間で回復したその余力、出力を高めていきたい。虽说一张黄牌并不足以让刘瑟直接输掉比赛，但这种做法实在是令人恶心。明明是自己的实力更强，明明是自己的表现更为精彩，却还要因为赛事方的不公来扣除自己的比赛点数。可以说，刘瑟此时的处境十分危险，这已经不是1打2那么简单了。若是刘瑟没能将对手强势 KO 在擂台上，就算是比分领先，也极有可能会失去比赛胜利。カリミアンもバックブローで結構倒してますよね。ボディジャム。もう一回ワンツー。いやー、勝った。リューツァーはちょっと余裕持ってますね。そうですか。ボディジャム。どうやって倒そうかなというね。目線を下に下げるということでしょうか、リューツァーのボディジャム。左フック。いやー、カリミアンが手が出ない。バックブローからのハイ狙っていた。今日4回目ですけど全部すかされちゃってますね。カリミアンはもう大技に今力を使ってしまっている。两人进入到比赛的最后一个回合，如果按照比赛规则来说，这家伙早就已经丧失了比赛资格，因为只要有一名选手被3次读秒，那裁判就有权利直接将其驱逐出场，宣判比赛结束。但没想到赛事方的做法竟如此没有底线，竟恶意修改比赛规则。这也导致对手误认为自己能够战胜刘策，完全忘记了自己可是挨揍了整整2个回合。好在刘策此时的状态正值巅峰，若是能抓到对手失误的破绽，还是非常有机会打出 KO 的场面的。どう上に当てようかなと。そういうことなんですね。カーフ、そして右ストレート、ボディ持っていったリューツァーです。カリミアン入れなくなっちゃいましたもんね。パンチが出ません、カリミアンです。こうやって見合っちゃうとなかなか逆転は厳しいですよね。いや、なんとかしたいカリミアンチャンピオン。ほぼ塞がりなんだ。このままは終われません。残り2分です。1分間経過。どうするリューツァー、どうするカリミアン。ちょっと見合ってます。リューツァーもちょっと考えちゃってますね。そうですね、来ないんでということもあると思います。ハイキック、一瞬のスペインカリミアン狙ってます。なので5の線の取り合い、出てきたところに行くという仕掛け。ボディジャム、どうするか。前蹴り、これは本命ではないでしょう。バックブロー、今はダックでかわしました。1分30秒、半分経過。ノックアウトじゃなくてもベルトは一行するんですが、リューツァーはここまでノックアウトで勝っている。ここまでポイントという意味では多分一方的な状況です。どうしたんでしょうね。いかなくなりましたね。入れなくなっちゃいましたね。ミドル。佐藤さん、リューツァーがいかないのはどう見ますか？僕はもう勝利の方に選択。非常精准的2记摆拳，刘策成功将对手再次击倒。这一次对手算是彻底的倒了下去，再也没有站起身的可能。刘策也是理所当然的拿下了比赛的胜利。若是没有这一次的强势 KO， 那么比赛的结果还真是充满了悬念。但好在刘策用自己绝对的实力堵住了所有人的嘴。那么最后也是让我们恭喜刘策拿下本场比赛的胜利。本期视频到这里就结束了，观众朋友们，我们下期再见。